ウルルからシドニーに戻ってきました。なくした iPhone はまだ見つからないまま旅を続けることに。オペラハウスが見えてきて、ようやくオーストラリアにいるって実感してきました。イギリスから来た人が定住した場所として知られるロックス、オーストラリア発祥の地。橋歩いてる人がいる。朝食を取りにカフェに向かいます。やばい、決めれない。フラットホワイトは旅行中何度も頼みました。今日から泊まるホテルがあるサリーヒルズに移動してきました。デポジットの支払いでクレカが切れないって言われるトラブルが発生。同じ名前のバス停でも路線ごとに A、B、C と分かれています。ホテルの人に教えていただいたタコス屋さん、名前だけ聞いて住所を書くのを忘れていたけど、なんとか到着。こんなに美味しいブリトーを初めて食べたっていう感動をお店の人に伝えたら、すごい喜んでくれて、私も嬉しくなりました。シドニーの3月はまだまだ海水浴を楽しめる季節みたいです。今朝出発した場所のサーキュラーキー、オペラハウスのビューポイントに行くために戻ってきました。ロイヤルボタニックガーデンをまっすぐ進んでいきます。ハーバーブリッジを背景にしたオペラハウスが見えました。
19世紀末に建てられた歴史的なショッピングセンター。着いた頃にはほとんどお店が閉まっていたので、この時計だけ見てホテルに戻ることにします。100年ほど前に作られた倉庫をリノベーションしたパラマウントハウスホテル。屋上にあるベーカリーは結構人気みたいです。iPhone はなくしてしまったけど、幸い MacBook を持ってきていたので、すぐに行き先を書き写していきます。ロビーにはこんな場所もあります。お目当ての雑貨屋さんに向かいます。ここにはテラスハウスの街並みが多く残っています。自家焙煎コーヒーが有名なカフェに来ましたが、お目当ては大きなサンドイッチ。ホテルに戻ったら iPhone が見つかったっていうメールが届いていたので、急いで空港に来ました。 Hello, how can I help? I have got an email. Yes, My phone yes. has found What mobile phone is that? iPhone 13。 And your name? ほとんど諦めていたけど、なんとか携帯が戻ってきました。 Write your name here. The signature.
到着早々に携帯なくして、これから楽しい旅行が始まるって時に何やってんだろうってすごい萎えたんだけど、仕事の連絡とか SNS とかから離れて本当に心が軽かった。昨日食べたハッシュブラウンが忘れられずにもう一度買いに来ました。シドニーといえば港町、フェリーに乗ってフィッシュマーケットに向かいます。よく見てみると船一隻ずつに名前が書いてあります。オーストラリアの著名人や文化、あとは過去に活躍した船の名前だったりします。今年の1月に移転したばかりのフィッシュマーケット、隣には昔の建物があります。こっちのバスに乗って思ったのは、バスを降りるところの表示が全然ない。でも Google マップを使えばこんな簡単に今どこにいるか知ることができます。もうそろそろ帰る時間。振り返ってみると、普段どれだけネットに依存して生きているんだろうと感じました。暇さえあれば SNS を見たり、そこで必要な情報を見たりすることもできるけど、知りたくないこととか知らなくてもいいことが勝手に目に入ってきたりして、自分と周りを比べたり落ち込むこともあったりして、そういう感情がなくなるとすごく心が楽でした。あとはとにかく人とたくさん話しました。いつもわからないことはすぐ調べれば答えが出てくるけど、それを人に聞いてみたり、あとは思っていることを伝えてみたりっていうのも大事なことだなって改めて感じました。